どうもケイティです。老舗や名店を食べ尽くしていくケイティーズが、今回は人生に一度は訪れたい東京の名店5選をご紹介します。今流行りのお店ではなく、不動の人気を誇る名店ばかりなので、最後までぜひご覧ください。まずは東京の名店といえば外せないこちらのお店。入店すると美しいマダムがお出迎えしてくださいました。移り変わりの激しいこの東京で、昭和26年カウンターのみのわずか10席で始まったこちらの吉上さん。昭和35年にこの建物になってから現在に至るまでほとんど変えていないので、あの懐かしい東京の昭和を存分に感じることができるお店です。マダムからお許しが出て、カウンター席から吉上の名物オープンキッチンを撮影させていただきました。目の前で繰り広げられる大迫力の調理風景は必見。小気味いい職人技と臨場感に大興奮でした。カウンター席は人気なので、空いてたらラッキー。お一人様じゃなくてもこちらの席はおすすめです。まずはサラダが来ました。こちらは料理にプラス700円でコーンポタージュとサラダがいただけるお得なセットです。レタス、キュウリ、サラダ菜、トマトが入っていました。サラダとセットのポタージュスープ。吉上のポタージュはこの濃い色が特徴で、よくかぼちゃのスープと間違えられるそうです。毎朝6時からじっくり煮込んだチキンブイヨンがベース。それにクリームコーンとバターでクタクタになるまで炒めた人参が入っているらしく、ほんのり甘くクリーミーな味わいがたまりません。吉上のランチといえばこちら。平日限定、曜日で変わるお得なたっぷりランチ。この日は月曜日なので、ナポリタンとビーフシチュー、それにコーンスープとコーヒーがついて2000円という大変お得なセットです。ナポリタンにはハム、インゲン、玉ねぎ、マッシュルームのほか、上にチーズを振りかけたレンコンが乗っています。昔ながらの極太スパゲッティがいいですよね。シンプルでこってりしすぎない上品な味付け、もっちりとしたスパゲッティが最高です。昭和の懐かしいあの頃の味がします。たっぷりランチ月曜日はナポリタンとこちらのビーフシチュー。プルプルじゃない。そうプルプル、もう崩れちゃった。お店の看板メニューとも言われる大人気のビーフシチュー。大きなお肉はホロホロと柔らかく、なおかつジューシー。ほどけるおそらく創業以来継ぎ足してきたと思われるデミグラスソースは絶品。ランチでこのビーフシチューがいただけるなんて贅沢ですよね。まあこうなりますよね。まあこうなります。もったいないもん、お皿についたままだったら。たまらずご飯を注文しました。ビーフの旨味が凝縮したシチューはご飯ともよく合う。こちらが数量限定大人気のハヤシライス。ツヤツヤと光り輝いています。ステーキ肉の細切れがこれでもかと入った贅沢なハヤシライス。すごい林、すごいよ。濃厚でマイルド、こってりとしていてコクがすごいです。これこの林ライスでご飯。決して塩辛いのではなく、こっくりと濃厚で、こちらも絶品。すごいよこの濃厚さ。いやこれをね、2時間並ぶの分かる。すごい分かる。数量限定のハヤシライスは大人気。休日ともなると開店前から長蛇の列が出来上がるほど、運が良ければ残っていることもあるので、行列が嫌な方は平日が狙い目です。次に伺うお店はこちら。混み合う時間帯を避けてきたので外に行列はありませんが、それでも店内は満席。しばらく待つことにします。ビルの合間にここだけ時が止まっているような不思議な感覚。こちらは東京都選定歴史的建造物に指定されています。
出入り口は2つあり、建物に向かって右側は入り口、左側が出口になっています。皆さんすでにお酒を召し上がっていらっしゃるようで、店内は活気があり、いい雰囲気。海外からの観光客や、もうすでにオーダーが決まっているような常連さんも多く見受けられました。そばをすする音と東京の下町の方言がバンバン飛び交っています。伝統的なそば店は敷居が高いと思っていたイメージとは反対で、居心地が良くとても安らぐ空間でした。明治7年創業以来江戸の味を継承し続けている松屋さんは、そばも手打ちにこだわり、引き立て打ち立てを常に提供しています。一度に打てるのは35食分。お店では常にそば打ちが行われています。これはそば味噌ね、お酒の。松屋さんの常連だった文豪池波正太郎はよくお昼を過ぎた遅い時間に日本酒と一緒にそばがきや盛りそばを食べていたそうです。これはかっこいい。一品料理ではこちらをおすすめいただきました。塩かタレを選べます。美味しい。今回は塩にしたので、石垣産の塩が添えられていました。大ぶりなお肉は茨城県産の茜鶏。絶妙な焼き加減でお肉の旨味が濃厚です。このネギがいいね。ネギのうまさがひどい。何このネギ、とろける美味しさ。とろとろ。ネギも甘くてジューシー。これはお酒が進みそうですね。これはお酒のお通しだそうです。甘めの味噌にそばの実がカリカリっといいアクセント。これまたお酒が進みそうです。この日は暖かかったので冷たい山かけを注文しました。惜しげもなく丼にいっぱいの山芋。粘りが強くしっかりとそばに絡みついています。薬味にはネギとわさびが添えられていました。うまっ、激うま。絡み方がすごい。目をここだけます。松屋さんの汁は江戸の味。こちらは日清食品のカップそばにもなった大人気のカレー南蛮です。美味しい。こちらのそばは熱々、しなやかな食感に変わります。カレー南蛮には大ぶりのネギと鶏肉がたくさん入っています。20種類以上のスパイスをブレンドしたオリジナルのカレー粉はスパイシーで芳醇な香り。辛さは控えめ。卓上の一味か山椒でお好みに調整するようです。活気あるこの雰囲気が最高です。ライスを投入させていただきます。うわー、すごい。これ普通盛りって言うけどすごい量だよ。ありがたい。すごい。ご飯は木製の素敵なおひつできました。小盛りもできるそうで、ご飯にはきゅうりとたくあん、しば漬けがついています。この醤油がバシッと効いたつゆはご飯と食べたくなってしまいます。お米がまた大粒でツヤツヤとして美味しそうなんですよ。ふわふわの山芋とご飯を軽く混ぜ合わせました。はい、完成です。もちろんご飯とも最高です。これはカレーにも期待が高まります。はい、豆乳。美味しい。
ご飯に合わないわけがありませんよね。たまらず書き込んでしまいました。次のお店は世界最大規模の魚市場、豊洲市場の中にある名店です。ゆりかもめ市場前駅を降りてすぐ右側に話題の新スポット、千客万来が見えますが、千客万来を横目にそのまままっすぐ進むと、豊洲市場内の水産仲卸棟の入り口があります。先ほどの千客万来の隣のビルにあたるこちらには、築地から移転してきた老舗の名店が集結しています。市場で働く食のプロたちの舌をうならせてきた恐ろしい名店が軒を連ねる都内でも屈指のグルメエリアです。昭和10年創業、東京を代表する揚げ物の名店小田安さんは、冬季限定カキフライやカキのバターソテーなど人気のメニューは多いですが、とにかく何を食べても美味しいです。豊洲ですから魚介はもちろん、こちらはとんかつ屋さんなのでお肉も美味しいです。水産業の方は魚は食べ飽きているのでしょうか。小田安さんにはとんかつ以外にもビーフカツやラムステーキなど肉料理のメニューも豊富です。築地の頃よりも明るくアットホームな雰囲気になって、観光客も居心地は最高です。ミックスフライ定食は A、B、C と3種類あり、 B 定食のこちらはフグ、サーモン、メカジキのフライでした。キャベツの横にこのポテトサラダが嬉しいですよね。わかめと三つ葉の定食にはお味噌汁とご飯がついています。美味しそう。ソースをたっぷりかけていただきます。フグいただきます。まずは贅沢にフグからいただきます。このツヤを見てください。中はしっとりと揚げられています。すごいまずいね。美味しい。170度と少し低い温度の油で揚げることで、衣は柔らかく中はジューシーに仕上がるそうです。淡白であっさりとしていますが、フグの旨味と肉感がたっぷりです。続いてサーモンのフライ、こちらも豪快、すごい厚みですね。こちらも衣はサクサク、中はしっとり。うわサーモンの旨味が口いっぱいに広がります。これはご飯が止まりません。次はメカジキ。メカジキもこの厚み、一つ一つが大ぶりで食べ応えがあります。うまっ。メカジキはふわふわ。すごいボリュームですので、朝食の方はご注意ください。どれが一番うまかっまあメカジキ。た？メカジキ一番。でも一番初めのフグもすごかったけど、やっぱメカジキのあのふわふわはすごかった。この分厚さが溶けていくってすごいことですよ。ふわって消えるのが。そう。そしてこちらも大人気のチャーシューエッグ定食です。じっくり煮込まれたチャーシューは箸で持ち上げられないほどの柔らかさ、ほろほろと崩れてしまいます。これはご飯が止まりません。また小田康さんはお米も美味しいんですよね。パンチしかない。うまい。柔らか。とてつもないパンチ力で。なんだこれ。なんだこれ。卵にもタレが染み込んでいて、これだけでご飯が進んでしまいます。分厚い。タレは意外とあっさり、さらりとした醤油だれで、濃すぎないタレが豚の旨味を引き立てます。極厚のチャーシューが3枚も、これ以上の贅沢ないですよね。次のお店は江戸の城下町日本橋で100年の歴史を守り続ける名店です。
創業大正12年、当時から継ぎ足し継ぎ足しで守られてきた秘伝の出汁で作られる東京おでんのお店です。おでんの名店ですからお酒が豊富に揃っています。地酒の種類は月ごとに変わるそうです。店内は開店と同時に満席、入店待ちの行列もできています。お多幸名物、豆飯の定食です。定食には味噌汁、サラダ、漬物、お作りがついています。ごちそう。ごちそうだ。豆飯定食のお味噌汁はしじみ汁でした。うわー、しじみの出汁と味噌の風味がたまりません。だってもう今日油がすごいもん。ツヤツヤとね。上質なマグロの赤身は旨味が濃厚。まったりと溶けていく。次はいよいよ豆飯をいただきます。お多幸さんにはマグロよりも人気の料理があるんです。この色すごいですよね。おでんの出汁を含んだ豆腐はプルプルです。ご飯にもたっぷりとおでんの出汁がかかっています。位置情報がね、北海道だから。おでんの汁と豆腐だけという究極にシンプルな一品。豆の甘みを感じる濃厚な豆腐。明治40年創業の豆腐店、人形町双葉さんのお豆腐だそうです。だしを含んだ豆腐は木綿らしからぬ柔らかさ。だしは甘辛い濃い口醤油、固めに炊かれた茶飯がまた美味しく、ついついかき込みたくなってしまいます。おでんが来ました。こちらはおまかせ4点です。この日は大根とフランク、ちくわぶと、あともう一つは何でしょうか。これが何だろう。あ、これじゃがいも。これお芋だね。あれはね、あれはあ、違う。あ、ちくわじゃないよこれ。あれ。これもちょっと割るよ。篠田巻きは知りませんでした。魚のすり身を揚げたもののようです。濃い醤油の出汁が染みてもしっかり魚の旨味を感じます。つみれじゃないよ。鶏団子。そうだな。クロスワード通訳。あれをやると、私も演出もしたいって言うから、私はこれ持ってやったらいいよっていうの。しっかりついてるけど、それ以上に鶏がうまい。鶏団子は軟骨が柔らかくなるまでじっくり煮込まれていて、濃厚な鶏の旨味がたまりません。これすごい柔らかい。牛すじは柔らかくトロトロ。どのおでんも煮崩れるギリギリのところまで煮込まれています。そして琥珀色になるまで煮込まれた大根、柔らかすぎずしっかりとした歯ごたえの残る食感。噛むと口いっぱいに出汁が溢れ出します。大根だけで仕上がるまで半日かかるそうです。で、総資金90万8000円。すごいことになってるけど。あまりにも美味しいのでおかわりしました。すごいことになってるけど。今おでんの汁から上がったばかりの豆腐はさらにプルンプルン。1時ぐらいにね、困っちゃうのなかなかね。味は豆腐をこんなにもかき込みたいと思ったことはありません。次のお店は東京の下町の方にあります。この辺りには吉原遊郭があり、この信号名は吉原大門。ここは土手通りといって、その昔この辺りには隅田川の支流が流れていたそうです。その土手でひときわ異彩を放つお店があります。開店
店前から長蛇の列ができています。皆さんのお目当てはもちろん創業より135年受け継がれる伝統の天丼。当時の風情を感じる圧倒的な景観に待ち時間も全く退屈しません。登録有形文化財に認定されているこちらの建物は関東大震災により昭和2年に建て替えられてから奇跡的に東京大空襲の大火を逃れたこともあり、今日に至るまで当時と変わらない面影を残す貴重な木造建築です。お店が開店しました。すりガラスにお店のシンボル伊勢海老が施されていたり、お店のどこをとってもかっこいいですよね。入店しました。店内はさらにリアルに当時の様子を垣間見ることができます。ヒノキ、ケヤキ、桜、日本杉などの希少な木材が使用されているそうです。客席はテーブル席と小上がりで28席ほどあります。並んでいる時にお店の方が聞きに来られたので、皆さん注文は済んでいます。優劣をつけたくないという理由から天丼は色葉で分かれています。伊勢屋さんこだわりの穴子がいただけるのは炉と葉。それと天丼ではありませんが、天ぷらとご飯が別になっている天ぷらご飯でも穴子がいただけます。伊勢屋さんは創業明治22年、吉原遊郭の出入り口、吉原大門の近くに創業し、当時は一般のお客さんに加え、遊郭への出前など24時間体制で当時から大変繁盛していたようです。今でも行列は絶えることがなく、特に穴子は開店と同時になくなる勢いで、実は私たちも3回目にしてやっと穴子にありつくことができました。天丼についている漬物は爽やかで優しい味付け。きゅうりとキャベツとさっぱりあっさりほんのり塩味。はい、あとこちらと、はい、天丼ですけども、本日こちらの黒い尻尾のもの、こちらが翡翠になっています。はい、翡翠ですね。あとこちらが朝締めのゆり抜きの穴子と、はい、あとお野菜ですけれども、夏野菜という形でこちら、ズッキーニ、こちら、はい。スタッフも多く接客がとても丁寧で親切でした。まずは今が旬のキスからいただきます。肉厚で中はしっとりしています。なんと江戸前のキスだそうです。揚げ油は香りの高いごま油とコーン油のオリジナルブレンド。タレがまんべんなくかかっていますが、不思議と衣はサクサク、身はふわっと軽く消えてしまいます。それにこのタレも絶品。創業以来変わらぬ製法で継ぎ足し継ぎ足し作られる伝統の味。このタレがたまらない美味しさで、他のどのお店とも違います。これが持てるから結構カリカリ。天丼の主役はエビというお店が多いようですが、伊勢屋さんの天丼の主役は穴子です。江戸前のより抜き、希少なえりすぐりの穴子の朝締めだそうです。うわ絶対に広がるよ。こちらもふっくらふわふわ、旨味と風味を残して消えてしまいます。もちろんこんなに美味しい穴子は食べたことがありません。分厚くて大きなレンコンもサクサクの軽い食感がたまりません。かき揚げはほぼエビかな。天ぷらの下にかき揚げが隠れていました。小エビのかき揚げは小エビとは言えないほど立派。大きなエビがゴロゴロ入っています。ちょっと今これは崩しちゃったけど、こちらはみょうがの天ぷら。みょうがうま。すごい爽やか。こちらはズッキーニ。こちらも今が旬ですよね。ありがとうございます。穴子の肝が入ったお吸い物、他にかまぼこ、しいたけ、三つ葉も入って具だくさん。はい、ありました。穴子の肝は初めて見ました。こんなに大きなものなんですね。
出汁の効いた風味豊かなお吸い物、臭みなど一切なくふわっととろける穴子の肝、上品で癖がなく美味しかったです。こちらは大きなエビ、肉厚で十分な食べ応え、濃厚なエビの旨味と甘みも感じます。エビが主役でも申し分ないほどの迫力。ハテンドンにはこの他にししとうの天ぷらもありました。エビが3、4、1、2、3、6本。エビ僕です。あ、さつまいもだ。こちらの天丼も大迫力。大きなエビがなんと6尾も乗っています。こちらもすごいボリューム。エビの他にはししとう、みょうがとさつまいもが乗っています。ししとう。はい、フグの白子でございます。はい。あと本日サービスで夏野菜ゴーヤをつけさせていただきます。はい。ありがとうございます。大きいよ。おすすめはこちら、フグの白子ということだったので注文してみましたが、その大きさにびっくり。沖縄の塩のような粒子の細かい粉状の塩をくださいました。うわー、濃厚。もう溶ける。大ぶりの白子はクリーミー、コクがあって最高です。夏フグの白子はあまり知られていないらしいですが、風味がよく甘みもあってたまりません。次は醤油でいただきます。かろうじて個体を保っていますが、中はほぼ液体、トロトロです。クリーミーがすごい。こちらは毎年この時期になると食べられる期間限定ですので、ご希望の方はお早めに行くことをお勧めします。白子と醤油だとご飯が進むたまらない美味しさ。お米は宮城の一目惚れ、そこに少し麦を入れた麦ご飯でした。時間が経とうとタレがかかっていようと、揚げたてのように衣はサクサク。4代目自ら一心不乱に天ぷらを揚げる姿は必見。無駄のない職人技にすっかり見入ってしまいました。以上、東京が誇る名店5選いかがだったでしょうか。どちらのお店も東京らしい江戸風情を感じられる名店中の名店。東京を訪れる際の参考になると嬉しいです。美味しそうだなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。